長芋だけに長いですね、本当に。長芋です。見た目がやっぱ美しい。冷凍 OK。 はい、やってみました。この冷凍チャンネル、このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日はですね、こう見ていただけると分かると思うんですけども、ロケに来ておりまして、実は青森県に来ています。で、今日は何をやるかと言いますと、青森冷凍とろろ製造工場に潜入、長芋の美味しさの秘密に迫るをやります。青森はその長芋の産地になっていまして、本当に美味しい長芋をたくさん作られているんですね。で、今回ちょっとご案内いただく方をご紹介します。はい、中里製菓専務の中里さんです。おはようございます。おはようございます。今日はありがとうございます。いいえ。で、中里製菓さんはどういった会社さんになりますか？ご覧の通り、この私たちこの長芋を作りながら加工までしています。自社で育てる農業もやられてるっていう。そうです。おお、すごいですね。なかなか農業もやりつつ、冷凍の加工もするっていうのは結構ハードルが高いと思うんですけど、やっぱそこはこだわりなんですか？そうですね。今年で35年目になるんですけども、祖父の代から長芋を作りながら加工してまして、で、実際長芋っていうのはその、青森でやっぱ適しているんですか？育てるのが。そうですね。この気候がすごく合ってるようで、先代からずっと長年栽培が盛んにやっているところです。あ、そうなんですね。で、今日この撮影しているのは、2月の上旬なんですけども、収穫はこれぐらいの時期ですか？そうですね。実は秋掘りと春掘りってありまして、今のこの12月に掘るのが秋掘り、雪が溶けてから掘るだいたい3月の中旬ぐらいで掘る収穫が春掘りって言われてまして、今日は新物の、秋掘りに。じゃあこの、秋掘りのこの長芋を収穫するところから今日は見させていただこうと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今見ると上にはもう何もない状態なんですね。これ収穫するタイミングには、そうです。上全くない状態。で、実際植え付けはいつぐらいからやるんですか？基本だいたい6月の上旬頃種を植えて、そこからさらにパイプを刺してネットを張ってつるが伸びるっていう感じになります。それがだんだん寒くなるにつれて枯れてって、で今片付けしたような感じです。あ、そうなんです。で、それでこう栄養も光合成もして美味しくなるっていうことですね。で、これ今長芋を収穫した後なんですけども、かなり深いんですよね。これぐらいなってるんで、かなり深いところから掘ってるっていう感じですね。で、こちらが実際の土ということですね。これなんか特徴があるんですか？このエリアっていうのが青森県だと南部地方エリアになるんですけど、その南部地方自体がすごく黒木の土なんですね。なんですごい栄養価も高くてミネラルもたっぷりな土になります。でも長芋って結構その栄養肥料が結構たくさんいるというか聞くんですけど、そうですね。肥料食いって言われるくらい、栄養価も高いので、やっぱりその土とか肥料とかもかなり入れないと丸々と太った長芋できないので、そこは結構こだわりがあります。たくさん使ってるからこそ美味しい長芋にもなるってことですね。そうですね。これが長芋っていうことですね。で、これをちょっと今から掘っていくということですね。
ないでもうほっといたら掘れるみたいな簡単なわけじゃないですね。簡単なわけじゃないんです。ちゃんと人の手もかかって、はい、丁寧に掘り起こしてるわけですね。傷がついちゃったりとか折れちゃったりもよくするので、はい、これ大体長さはどれぐらいなんですか？地中は大体120センチはなので、それ以上はちょっと伸びないんですけど、平均大体120センチぐらいは長いまま伸びてきます。結構長いですね。はい、じゃあこう手で掘り起こそうと思ったらかなり。そうですね、1本掘るのに手でやると、15分ぐらいとか20分ぐらい、すごい労力かかっちゃうので、機械じゃないと掘れないです。大変ですね。これが収穫された長芋ですね。長いですね、本当に。長芋だけに長いですね、本当に。長芋です。長芋です。はい。こういう感じで先はちょっと尖ってるんですね。そうです。地中の中にこういう風に伸びて入ってるので、この向きで埋まってるわけですね。そうなんです。で、先っぽが少しここが出てる。ここからこうつるが出てるような、伸びるような感じです。じゃあここが土でちょっと先っぽが少し出てるってことですね。はい。でこれ結構垂直に埋まってるんですか？そうです。間隔的にだいたい今の24センチ間隔で長芋が埋まってるような感じです。でもこれ垂直に埋まってるってことは本当手で抜こうと思ったら相当力がすごい手間がかかります。そうですよね。はい、だから機械化してないと、本当に途方もない労力がかかるわけですね。はい。これ昔はでも手で掘ってた。昔は手で掘ってたんで、今の労力でいうと10分の1ぐらいしか多分栽培できなかったんじゃないかなと思いますね。だからそういった農業の生産性も上がってるわけですね。そうですね。はい。でこの長芋を作られてる場所はどういった場所になるんですか？ここは八戸を中心としたこの南部地方っていうか南部エリアっていう場所になります。私の会社も五戸町っていうところなので八戸の隣町になります。そうなんです。はい。八戸っていうと結構海が近くて、魚が美味しいってイメージあるんですけど、これは農業も盛んなんですね。そうですね。畑いっぱいあります。なるほど。でも長芋は青森でも本当に長年作られているってことなんで、皆さん美味しい長芋作ってるってことですね。はい。収穫した長芋ですけども、今このコンテナに入れられてるわけですね。はい。でここは冷蔵庫の中ですか？そうです。だいたい4度から5度の設定温度になってます。でこれ収穫してすぐに加工するわけじゃないんですか？そうです。畑から掘ったものを一旦冷蔵庫で貯蔵しながら、1年をかけて洗って出荷だったり加工したりする、原料庫になります。なるほど。はい。じゃあやっぱ長芋の良さとしてはこういうふうに貯蔵が効くっていうのもいい点ですよね。そうですね。はい。土のまま保管すると大体半年以上は持つので。じゃあ他の生鮮の野菜とかだとやっぱ収穫してもすぐやっぱ加工しなきゃいけないっていう問題もあるんで、やっぱ工場としてはありがたいですよね。そうですね。はい。これすごいたくさんの長芋がありますね。はい。これ一つぐらいでどれぐらいの重さが入ってるんですか？大体一つで500キロ。500キロ。はい。1日で収穫するのはどれぐらいなんですか？大体1台で大体3トンほど。はい。じゃあそれをどんどん食べていくわけですね。そうです。はい。長芋1個はサイズによると思うんですけど、どれぐらいの重さなんですか？大体 1.5 キロぐらい近くになります。なるほど。これ工場に入る前に、この作業場でこの土を落とすわけですね。そうです。高圧洗浄でこの泥を落としていきます。やっぱこの泥が結構びっちりとこびりついてるんで、これ落とすの大変そうですね。そうですね。やっぱ工場に持ち込むにはこの土を丁寧に落とす必要があるわけですね。はい。そうなんです。じゃあ今これから洗浄していくわけですね。そうです。でもすごい水がいっぱい出てますね。高圧洗浄機で流さないと泥が落ちないので。これでも勢いがすごいですね。水の勢いが。そうなんです。すごい勢いでこれ泥を土を落としていってますね。水の勢いがこれめちゃめちゃすごいですね。うわ。
もうさっきのはその高圧で水をかけてすごい綺麗に洗ってましたけど、これが今洗った後ってことですね。そうです。これめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、土が全部取れました。こう見た目がやっぱこう美しい感じがしますね。はい。でも皮を残したまま、しっかり洗ってるっていうことですね。そうです。やっぱ皮は残しといた方がいいんですか？はい、ここから出荷市場に出したりとかですね、はい、そのまま出す規格と加工にする規格をまた振り分けます。じゃあ、生鮮でそのまま売る長芋もあれば、はい、加工して、冷凍したりとか加工するものもあるってことですね。そうですね。でなんかここで選別とかもされるんですか？はい、ここでサイズとか測ったりとかぬかに入れる作業だったりとか。後ろにあるのは何ですか？これがおがくずになります。じゃあ生鮮で輸送とかするときにはこのおがくずを使うわけですね。そうですね。はい。で先ほど、長芋を、収穫をして洗った後こちらの加工場に、持ってきました。でこちらもこだわりの工場なわけです。はい。これ自社の長芋加工場になります。はい。長芋のもう農業自体も自社でやって、加工も自社でやってると。そうです。そこが強みなわけですね。はい、じゃあ実際加工するところを見ていきましょう。大量のとろろが出てきてます。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。